皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。いつも見ていただいている皆様ありがとうございます。そして初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。少し花粉かな、いやいつもかな喉が今日枯れてるんですけれども、できるだけ分かりやすく大きな声でお伝えいたします。さて、今聖地で浄化が終わりました。早いもので4月のウィークリー見ていきます。4月の3日月曜日から9日日曜日までの流れです。はい、今日選んでいただきたいのは、一番左の方が1番、真ん中の方が2番、一番右の方が3番です。上のカードから選んでいただいてもいいですし、下のルノルマンカードのデッキから選んでいただいても大丈夫です。まず1番の方、たくさんの幸せに囲まれている。はい、これが1番の方。2番の方、一つずつ一つずつ。はい、そして3番の方、あなたはあなたのままでいい。はい、これが3番の方です。それではグランタブロープラスセブンデイズの流れプラスアドバイスで見ていきます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは1番の方見ていきましょう。はい、OK です。開いていきます。まず、はい、ファーストカード、ロマンチックな月が出ました。2枚目は木、3枚目ライダー、4枚目星。まずこのね、ファースト3カードを見てると、新しいなんかすごい素敵な出会いがあるとか、そういう風にも出ていますし、恋愛面で嬉しい新展開とか連絡が来るとか、なんかこう恋愛面がすごく活発になるような、そういうまず流れが見えました。はい、そしてワンちゃん、庭、家、雲、道です。はい、それでは残りのカードを出していきます。はい、1番の方、それではお待たせしています。まずあなたのカードがここにあって、あの人のカードがここにあって、とてもね、近いです。あの人との距離感が。でもその間にあるのがこの鳥というコミュニケーションのカードと棺桶のカードが出ているので、今あなたとあの人の間でコミュニケーションが取れていないとか、音信不通になっているとか、そういうこう今お互いに何て言うのかな、静かな状態っていう感じかな、そういう感じがまず見えるんですよね。で、あなたは、あなたはっていうと、今これこう大きな悩みがあったりとか、なんか自分で乗り越えないといけないことがあると出ています。非常にもしかしたらこうスランプに
陥っている方もいるかもしれないし、もしかしたら寂しさとかを感じている状況かもしれない。もしくはあなたがこれを絶対頑張りたいんだっていう大きな目標があって、その目標に向かって今頑張っていたり、勉強したり知識をつけようとしたりっていう感じで、すごく孤独の中にあなたがいるかもしれないけれども、でも逃げようとしているような感じではない。むしろ辛いかもしれないけど頑張ろうみたいな、そういう孤高の戦いみたいな、そういうものが今、なんかとっても感じられるかなっていう感じです。なのであの人との関係も今あえて連絡を取らないとか、今は一人で頑張りたいとか、そういう感じなのかなっていうふうに感じています。そしてですね、ハート、恋愛の流れを見ていると、ハートの下に蛇が出ているので、もしかしたら一番のあなた自身が複雑な恋愛とかライバルがいる、そういう恋愛をしているかもしれません。でもハートの上にコウノトリが出ていて、コウノトリが蛇を、食べてしまうというか、とてもコウノトリが強い状況なので、もしかするとこのねライバルっていう存在が気にならなくなるかもしれないし、あなたの恋愛運が今はなんかちょっと孤独というか寂しさというものがあるんですけれども、会えてなかったのかなとかですね、距離があるのかなって感じがするんだけれども、なんか今週脱皮ができるというか、恋愛面で嬉しい祝福とか、感謝、喜び、そういうことが考えられる気がするので、なんか流れは良さそうかな、そういうふうに思っています。特に、今週の前半、例えば素敵な出会いがあったりとか、恋愛面において何か動きがあるような嬉しいニュースがあったり、お知らせがあったり、そういうスピード感のあるカードが出ているので、なんか良さそうです。ただ後半は大切なものが例えばね盗まれてしまうとか、金銭的に苦しくなってしまうとか、なんかそういうものが出てるので、後半は無理をしすぎないようにということが出てるかな。じゃあもうちょっと見ていきますと、そうだな、そうなんかねあなた自身がもう少し気持ちが楽になったり、温かいね感じになるといいなと思っていて、そして今週なんか次の段階にステップアップするための道が見えてくるような気がするし、もしかすると今週例えば転職するとか引っ越しするとか、4月の初めなんですけれども、なんかそういうことを決める人、例えば外国に行くとか留学するとか、そういうことを決める方もいるかもしれません。何か新しい、新しい出発、そういうものを出ているような感じです。で、出会いはねとっても期待できる時期ですし、今音信不通の人とか復縁を望んでいる人、なんかねそういう意味では動きがありそうだからいいかもしれません。あと先日上げた動画で復縁の基地方位、この方向に行ったら旅行したら復縁の可能性が高まるよっていう動画を
上げておりますので、よかったらその動画も見て実際旅をしたり、その方位のエネルギーをもらってあなたの幸せになるように生かしていただけたらいいなと思っています。はい、なので片思いの方、復縁の方もぜひ頑張れそうなカード周りです。そしてお仕事のことを見ていきますと、まずあなたが会社員じゃなくて、すいません、アルバイト、自分でお仕事をしているパートの方から見ていくとですね、これ会社員の方と、ね、ご自分で仕事をしている方、カードがもうなんか隣り合ってるので、案外今週は仕事運っていう風な意味で、これはねちょっと一緒にお伝えしてもいいかもしれませんけれども、まず、自営業、アルバイト、パートの方は案外ねライバルの存在が気になったりとか、あそこのお店の売り上げはとか、そういうものが気になってくるかもしれません。それがすごくねあるかな。なんかすごくライバルのことが気になってくる。ただ流れを見てるとちょっとそういう辛いってわけじゃないんだけれども、悔しい思いがあったとしても、その後が花束と魚が出てるので、なんかトータルで見ると流れは良さそうだし、売り上げは伸びたりとか、お客さんがしっかり来たりとか、そういう流れになるかと思います。そして会社員、サラリーマンの方を見てみますと、新しい新入社員が入ってきたりっていう風な感じもありながら、なかなか恋の、ライバルとか気になる人がね社内にいるとか、そういう方もいるかもしれないんですけれども、ちょっとねなんかその意地悪な、人が例えばいたりとか、恋のライバルがいたりっていうところがやや気になるところがあるかもしれない。でも先ほどの、恋愛のことと一緒になるんですけれども、コウノトリとヘビが近くにいるので、このライバルの存在がそんなに気にならなくなって、仕事のやりがいとか、あなた自身の評価、あなたの美的センスを評価されたりとか、そういうなんかやっててよかったなっていう、そういうものも出てくるような感じです。で、金運なんですけれども、いいですね。今週は出世とか、大きな何かプレゼントをもらう、表彰される、そういうふうに出ていますし、大きなお金が入ってくるというふうにも出ています。ただここにフォックスが出ているので、慎重に運用すること。今週はなんか細心の注意を払った方がいいよとか、あとはなんかなんていうのかな、これ騙すっていう意味もあるんですよね。なのでそういういろいろな話、投資の話とか入ってきた場合は、まずここでしっかり話を聞く。すぐにじゃあそうするとかじゃなくって、なんかどこまで信頼性があるのかっていうことをしっかりと吟味した方がいいかなって感じがします。とてもいい金運なので、騙し取られたりとか、そういうことがないようにっていうことが出ているような感じです。なんか今のねあなた自身はちょっと寂しいような、何かで頑張ってるように見えるんだけれども、徐々に温かさを取り戻していけるのかなというふうに出ています。じゃあ今から月火水木金土日で
タロットと一緒に流れを見ていきましょう。はい、じゃあ1番の方のセブンデイズです。上がルノルマンカード、下がタロット。月曜日から日曜日までの流れを出しています。強いカードがすごく多いです。そしてこのまず7枚の中で大アルカナが3枚出てるんですよね。正義とマジシャンと力。そして、大アルカナと同じぐらい強いエースのカード、コインのエースも出ていますし、とてもポジティブなコインの9も出てるので、なかなかいい1週間になる予感ですね。特に月火水金、ここがねものすごくいいですね。そして気をつけてねっていうのが週末です。土曜日日曜日が体調とかも含めて金銭的なものとか、ちょっとプライドが傷ついてしまったりとか、そういうことがあるかもしれないんですけれども、じゃあリーディングしていきます。まず月曜日がとても素敵なカードが出ています。月と正義。もう月曜日は恋愛もそうですし、婚約っていう意味もある、結婚、逆に言うと離婚っていう意味もあるんですけれども、きちんと整っていくって感じがします。あの人との関係性もちゃんとするとか、白黒がつくとか、お互いの愛情が同じぐらいとか、そういう幸せそうな日がまず月曜日です。そして火曜日、今度は木とコインのエースが出てるんですけれども、今まで頑張ってきたことがきちんと形になってくる。あなた自身がすごく穏やかで幸せな一日、満足感とか金運、そういうのもついている一日になりそうです。そして水曜日、これがライダーとコインの9が出てるので、あなたに何か嬉しい連絡があるとか、頑張ってきたことが形になる、そういう物質的な幸せ、そういうものが満たされる一日になりそうです。そして木曜日がタワーとコインの7が出ているんですけれども、この木曜日はどちらかというといつも通りのルーティーンっていう感じがします。そしていつも通りの毎日の生活の中で、果たしてこれでいいかなっていう自分自身の振り返り、そういうのもするのが良さそうです。金曜日、ユリとマジシャンが出ていて、マジシャンは水星、コミュニケーションを表すので、嬉しい恋愛面の連絡があったりとか、あとはこのユリっていうのがですね、ボランティアっていう意味もありますし、セクシャリティがあるカードでもあるので、あの人と深い関係になるとか、深い関係で冒険していく、そういう可能性もありそうです。土曜日が釜とカップの3が出てるので、これですね、女子会カードなんですけれども、女子会カードに釜が出てるので、ちょっとしたトラブルとか、例えば飲みすぎとかアクシデント、そういうものにお気をつけください。そして日曜日がネズミと力が出ているので、あなた自身の免疫力が落ちていたり疲れていたりっていう可能性もありますし、あんまり目立たない方がいいですね。この日はブランド物とか大きいお金を持つっていうのは少し控えてた方が逆にいいのかなっていう、そういう感じが出ています。
でも流れは良さそうです。じゃあ最後にアドバイス見ていきましょう。はい、まずはドルフィンさんと、あとは2枚出ました。はい、エンジェルアンサーからです。じゃあ1番のあなたへのメッセージが、新しいあなたに生まれ変わるような感じです。それもね、やっぱり今週なんか近いうち、多分ねこの、月火水あたりになるのかなって気がするんですけれども、あなた自身が自分で信じてることに対して自分で頑張ってその殻を破ってみましょうと。そうすることによって新しいあなたになって、なんか元気になれるって言えばいいのかな。新しいあなたに生まれ変わることができる、そういうことを言ってるような気がします。あなたのこの心の中で信じているものをぜひ今週は殻を破って、そのあなたがやりたいこと、信じていることを手に入れる、行動してみる、それをおすすめしたいと思います。はい、これが1番の方へのメッセージです。はい、それでは2番の方見ていきたいと思います。はい、ルノルマンカードシャッフルいたします。はい、じゃあ1列目並べていきます。はい、ファーストカードすごいです。まず太陽が出ました。はい、そしてタワー、コウノトリ、なんかめでたいですね蛇が出て、蛇ってね、全部が悪い意味ではないんですけれども、ネガティブな意味が強いんだけれども、コウノトリが蛇を食べるというかやっつけてくれるので、このライバルの存在とか、なんかそういうあなたから見たネガティブな何かっていうのを今週はね消してくれるのかな。はい、そしてあなたのカードが出ました。花束、木、家、はい、ネズミです。それでは残りのカードを出していきます。はい、じゃあすべてのカードを出しました。まずあなたのカードがここにあって、そしてあの人のカードがここです。なかなかね距離近いんじゃないでしょうか。距離が近くて、あなた自身過去は、ライバルの存在とか、年下の苦手な人、あとはママ友とかね、苦手な人がいたのかなとか、もしかしたら今現在もいるかもしれないんだけれども、これからのあなたっていうのはなんかすごい強運です。まずあなた自身がですね、心というか心がすごく整ってる、なんか精神的にもすごく幸せっていう状況が見えるんです。なのでそういう意味ではあなた自身がとても誰かのことを大切にしていたり、情熱を持っていたり、非常に広い心、博愛主義、そういう感じがするんです。あったかい
人間性というものが見えます。そして、今週のあなたの流れが花束と星という超絶ポジティブなカードに囲まれていますので、もうあなたの恋愛面でとっても嬉しいサプライズがあったり、贈り物があったり、嬉しい喜びがあったりというふうに出ています。そして特に夜のデートとか夜の出会い、そういうものも非常にいいです。あとはあなた自身がなんか美のカリスマになったりとか、あなた自身もすごく人気運、そういうものが出てくるような、そういう感じです。そして今週の流れを見ていると、ファーストカードから太陽が出てるので、もう今週のあなたは大きな幸運がやってきます。そして新しい旅立ち、新しい環境に行く、用意されてるというふうに出てるので、大きな次のステージに行くのかな、そういう感じもしています。で、あの人はっていうと、健康面で、体調とか精神面が特に良くないのかなっていう気がしていて、案外疑心暗鬼になっている部分があるかもしれません。で、あなたとあの人がとってもね愛し合っているとか、運命の人とか好きな人っていう風に出ているので、恋愛中の人はもう問題ないんですけれども、片思いの方とか復縁を望んでいる人、可能性がねすごくある時かなと。ただあの人がね少し余裕がなさそうなのが気になるんですけれども、でもね今週の恋愛運やっぱりいいな。新しい出会い、むっちゃくちゃ素敵な人に出会ったりとか、あとやっぱり恋愛面で次のあの素敵な嬉しいニュースが来るよとか、連絡が来るよとか、デートのお誘いがあるよって出てるので、今週はとにかく動きがあることに対してあなたとあの人がつながってるので、もう今週は今の状況から一歩踏み出すような何かがあるでしょうと、はい、それが出ています。そしてお仕事見ていきたいんですけれども、まずあなたがご自分で仕事をしているアルバイトパートの方から見ていくんですけれども、何か専門的な仕事をしているのかなとか、しっかりとした知識があなたにはありますというふうに出ています。ただ今壁にぶち当たっていて、これどうしたらいいのかなみたいな、そういう大きな山に今あなたは登っている途中のような気がするんですけれども、それに対してこうしたらいいのかなっていうヒントとか、こうしてみようみたいな、何かあなたのひらめきみたいなものが今週は出てくるような感じがするので、今大きな、なかなか売り上げが伸びないなとか、そういうふうな壁にぶち当たっている人は解決策が見えそうというふうに出ています。そしてあなたが自分でサラリーマン、会社員の方を見ていくんですけれども、人間関係はねとてもいいというふうに出ているんですけれども、今週もしかするとお休み、体調の悪さですかね。体調が悪かったり、お仕事を休む方もいるかもしれませんし、なん
かこうあなた自身とてもこう感性が強い感じがします。で、今のお仕事がね、案外転職、非常にこうあなたとご縁が強い仕事というふうに出てるので、もし休んだりしたとしても、なんか結局はそこでやっぱりこう頑張れそうな、そういう感じがするので、人間関係やりがいも出ているので、非常にいいかな、頑張れそうかな、そういうふうに思います。そしてあなたの今週の金運なんですけれども、いろいろな情報が入ってくる、出てますね。なんかいろいろあなたが最近、例えばこういろいろなネットを見ましたとか、例えば資料請求しましたとか、友達から知り合いからこんな話来ましたとか、セミナーに行きました、なんかそういうのもしかしたらあるかもしれませんし、今週はそういう情報が非常にこう多いというふうに出ています。そしてあなた自身がなんかこれもやってみようかなみたいな、今なんか一つやってるとすると、例えば新しいこともやってみようかなっていうふうに出ているような、あなたの中で2つ目の道を見つけたいと思っているみたいなんですけれども、今はこれね、あえて進まないことをお勧めしたいです。今はまだ広げる時じゃない、そういうふうに出てるので、とにかくしっかり情報を集めてさあどうするかじゃなくて、まず集めようっていうふうなところでいいかなと。まだ大きな行動っていうのはおすすめできるところではないです。とにかく今週のあなたは太陽も出てるし、あなたのすぐ横に星も出てるので、なんか流れはね、すごくいいような気がしますので、今から月火水木金土日でタロットと一緒に見ていきたいと思います。はい、それでは上がルノルマンカード、下がタロットで月曜日から日曜日までの流れ見ています。ですね、1週間の中で特に火水木土がいいですね。はい、じゃあリーディングしていきます。まず月曜日、太陽が出てたんですけれども、ここに今回ソードの3のカードが出ています。これ悲しみを表すカードではあるんだけれども、太陽と一緒に出てるので、ちょっとした、ハプニングとか、ちょっとした何か、悲しいこともしかしたらあるかもしれないんだけれども、あなたにはそんなに大きな影響はないかと思います。なんか怪我をしても怪我が浅いとか、なんかラッキーな状況で済んだとか、そんな感じです。何かあるかもしれないけど大きな大事には至らない、これがまず月曜日です。そして火曜日がタワーと、カップのページが出ていて、これはね、恋愛のカード、ロマンチックなカードなんですけれども、密室とかどこかの、家とか部屋とか会社の中、学校でなんかすごく素敵な時間とか、あの人との、幸せな時間が過ごせる、そういう感じです。学校や職場で恋愛運がアップするとか、出会いがあるとか、そういうことも考えられます。そして水曜日がコウノトリと鳳凰が出ていますので、人間関係がとても良好です。そして年上の人との関係がよりいいとか、いいアドバイスを聞けるとか、あと子育てとか、そういう意味合いもあるので、ご両親世代かなとか、おじいちゃんおばあちゃんとか、なんかそういう
知恵っていうのももらえるような感じです。なんかね、こう深い人間関係の中で何かアドバイスとか学びがある、そういうふうに出ています。そして木曜日が素敵ですね。リングと戦車が出ました。戦車は大前進とか家庭とか家族、旅行っていうのを表すし、そこにねリングが出ているので、あの人とのデートとか約束とかロマンチックな日とか家デート、プロポーズされる、なんかの約束ができる、そういう、とても素敵なロマンチックな日です。そして金曜日がフォックスとカップの6が出てるので、昔の恋人に再会する人もいるかもしれませんし、なんかこう昔は良かったなとか、急に昔の人のことを思い出す可能性なんかもあるかもしれません。実際に復縁を望んでいる人は、このね火水木もね可能性あるんですけれども、もうこの金曜日も再会のカードは出ています。いわゆるドレスアップ、イメチェンして再会がいいかな。はい、そして土曜日です。ワンちゃんとコインのエースが出ています。人間関係へチームワークがとてもいいと出ていて、こう昼飲みとかね、こう友達と過ごす時間、それがすごく良さそうです。すごくねこう満たされた一日になりそう、そういうふうに出ています。そして日曜日が怒りとコインの8が出ていて、どっちかっていうといつもの日曜日を過ごすって感じかな。いつものルーティンを過ごしていく、いつもの散歩コースとか、そういうことをおすすめしたいです。じゃあアドバイス見ていきましょう。はい、まずはエンジェルアンサーと、あとはドルフィン2枚出ました。はい、じゃああなたへのアドバイスです。はい、プレイタイムとレストと、はい、すいません主張するという意味が出ています。とてもね両極端なカードなんですけれども、これはこうあなたが主導してというか、あなた自身が素直になってこのしっかり遊ぶ時としっかり休む時のメリハリをつけることが大切だよっていうことを言ってくれているような気がします。遊ぶ時は遊ぶみたいな、もう休む時は休むっていう風な、これがねすごくいいみたいです。なのでそういう意味ではなんかね、もう日曜日は休む、土曜日は遊ぶっていう、そういう感じがするので、そういうメリハリのつけ方を今週はおすすめしたい、そういう風に出ています。はい、これが2番の方へのメッセージです。はい、それでは3番の方見ていきましょう。はい、お待たせしました。それでは最初の一列出していきます。はい、まずはリング、山、棺桶。なかなかこう会えてないとかね、約束がリスケになっちゃったりとか、
復縁を望んでいる人とかがね多いのかなって気がしました。そしてネズミ、手紙、コウノトリ、月、ハート、はい、ここであなたのカードが出ています。それではカードを並べていきます。はい、3番の方お待たせしました。あなたのカードが右端上に出て、あの人がすぐ真下に出たすごいですね。ハートとキーに囲まれているので相思相愛かな。そしてあなたのカード、あの人のカード、木、本もね一緒に出てるので、もしかしたらお二人の関係性とても長くて、もしかしたら複雑な関係とか秘密の関係かもしれない。でもとってもねお二人が愛し合ってますよと、なんかねそれが出ている。そうで出ていてですね、ファースト3カード、ラスト4カードを見てみると、なんかこうきちんと約束したいんだけどなかなかできないとか、こう安定性がねこうあんまり見えないんだけれども、お二人がもし何らかの障害があったとしてもこう心はつながっているっていう感じなのかな。まずそれを感じました。で今週の恋愛を見ようとしてもやっぱこうなんですよ。あなたとあの人が未来にいる。そして何か解決がねできるよっていう風に出てるので、今週の後半かな、後ほどセブンデイズ出していくんだけれども、なんかこうあなたとあの人がこうなんか上下で出てるので、これは恋愛運を見るときに右側が未来を表すんですよね。なのであなたとあの人が今週もしくは来週以降再会とか会うとか、なんかそういう流れになっていくのかなっていう感じがする。だからこういいよということを言いたいかな、お伝えできるかな。そんな感じがします。そしてあなたはというと、もちろんねこう恋愛のことでも頭がいっぱいなんだけれども、あの人のこともねしっかり考えていて、であの人も自分のことを大切にしてくれてるっていうのがやっぱりもうお互いに分かり合ってる状況だと思います。もし今現在何か問題があったとしてもっていうね、なんかねそれを言いたいですね。そしてもしこれで例えば片思いの方だったらもうね相思相愛っぽく見えるし、復縁を望んでいる人もなんかね水面下ではきちんとつながっているようなっていう感じもするので、恋愛ではねあんまり大きな動き、むしろ大きな問題が見えない、むしろこうきちんと見えないところで動いてるよねっていう、それがね出ているような気がしています。そこはね安心してくださいねということを、3番の方にお伝えしたいです。そして今週の仕事のことなんですけれども、あなたが自営業、アルバイト、パートの方であれば、今までね案外ライバルの人がこう強かったような感じがするんですけれども、今週以降あなた自身にはこうきちんとしたなんかコアなファンというか年下のお客さんが増えてきたりっていう感じになっています。そして今週何か新しいこうイメチェンみたいなそういうのもいいのかなとか、
新しいことを始めることもいいのかなというふうに出ています。いろいろなもっと深く研究してみるとか、もっとディープに勉強してみるとか、なんかあなた自身が変身することもなんか今週はすごくポジティブな流れになるような気がして、結果あなたのコアなファンがしっかりつきますよというふうに出ています。そしてあなたがサラリーマン、会社員の方であれば、なんか今まであなた自身がこのままでいいのかなとか、他の会社に行った方がいいのかなとか、なんかモヤモヤっとしていたような感じ。でも今あなた自身はとても勉強したいとか、まずはこの資格頑張ってみようかなみたいな、そういう感じで目標とかそういうものが出てきたような感じがします。ただ頑張りすぎちゃうっていう部分があるみたいなので、忙しすぎる、ゆっくり休めない、そういうふうに出てるので、オンとオフの切り替え、それはしてあげた方がいいかもしれません。そして今週の金運で見ていくんですけれども、はい、今週の金運、いいですね。なんか大きなお金入ってくるとか、なんかいろいろな人脈が広がっていくとか、プレゼントが何かもらえるとか、仲間内で何かパーティーをしてくれるとか、そういうものが出ているので、今週は交際費に案外使うような流れになるかもしれないんですけれども、でもすごく生きたお金の使い方ができてすごくいいですよ。むちゃくちゃ使うんだけど黒字黒字傾向、そういう風に出ています。なんといってもね、今週はやっぱりあなたとお相手様がこれだけつながっていて、なおかつハートとキーというポジティブなカードが一緒に出てるので、何か表面的なものにとらわれなくて、見えないつながっているところ、そこにしっかりと意識を向けていただければ、きっと今のもし辛い状況があったとしても乗り越えれるかなというふうに思っています。じゃあ今から月火水、そして木金土日でタロットと一緒に流れを見ていきたいと思います。はい、それでは上がルノルマンカード、下がタロットカード、月曜日から日曜日までの流れ出しています。月曜日が大吉、月曜日が大吉で、木曜日が吉から中吉の間って感じかな。そしてなんか金曜日、決断するとかね、金土が出てるような感じがしています。じゃあお伝えいたします。まず月曜日がリングとコインのキングが出ていて、やっと例えば約束ができるとか、仕事の大きな成果が手に入れることができるとか、棚ぼた的な金運があるとか、そういうね恵まれた日になりそうです。これがまず月曜日です。そして火曜日がなんかあなた自身が何かを待っているというか、今はなかなか動けないなっていうところで少し、苦しいわけではないんだけれども、今は待つかみたいな、そういう感じがするかな。焦ってはない感じがします、火曜日は。ただ水曜日が少しね落ち込みそうなんですよね。棺桶とソードの9が出てるので、
なんかいつまでこの状態が続くんだろうとか、少し精神的にもなんか落ち込んでしまったりとか、眠れなくなってしまったりっていう、そういう感じがします。この日は無理に明るくなる必要はないんだけれども、ネガティブになりすぎる可能性があるので、いい香りのものを、アロマとかですね、なんか好きなドラマを見るとか、そういう感じで気分転換も必要かな、いいかなっていう感じがしています。そして木曜日が子供のカードとワンドの7が出ているので、あなたが望むもの、あなたがしたいこと、それをぜひ、行動してみる、やってみる、それをおすすめしたいです。あなたの心の声、それを大切にしてみてください。そして金曜日が道とカップのナイトが出ているので、あなたの心が決まるとか、迷っていたんだけどこうするって、そういうものを決めるような感じです。もし2人のうち、例えば恋愛で2人の間で迷っている人がいるっていう方がいると、やっぱりこの人にしようとか、そういうものがあるかもしれないし、諦めるか頑張るかっていう二者択一で迷ってる人は、こういうふうにしてみるっていう決断が出るような気がしています。そして土曜日が、怒りと死神のカードが出ているので、なんか新しいスタートとかですね、古いものに終わりを告げて新しいスタートをする、そういう感じがするので、この金曜日のこの決断が土曜日につながっていくのかなって感じがしています。そして日曜日がカップの7と無知が出ているので、あなた自身がなんかモヤモヤっとした気持ち、どっちかっていうと想像力というよりも妄想がやや暴走してしまうかもしれないので、想像することとかは全然いいんだけれども、あまりにも、ネガティブな妄想をしすぎたりとか、それは気をつけるって感じかな。むしろこの日は体を動かしたりとか、なんかお掃除、特に床を磨くとか体を動かすっていうのがおすすめなので、そういうことをすると心の断捨離にもつながって、かなりすがすがしい一日を過ごせるのではないかと思っています。はい、じゃあアドバイス見ていきましょう。まずこちらのカードと、はい、あとドルフィンさんからも2枚ですね。今日案外ね3枚のカードがよく出ました。はい、じゃあアドバイスです。はい、ニアーザフューチャーとメーカーウィッシュ、フレンドシップ、近いうちというか今週ですね。もしかしたら月曜日あたりかもしれないです。月火あたりにもしかしたらあなた自身、なんかとても仲のいい友達、その友達があなたの願いを叶えてくれるかもしれません。そして水面下でね、あなたの喜ぶことをしてくれているような気もするので、これフレンドシップっていうカードではあるんだけれども、なんか水面下でやっぱりあの人とのことがしっかり動いてますよっていう風にも今回感じました。なのであなたの願いが近いうちに叶うよ、
というメッセージを今日はお伝えしたいと思います。はい、これが3番の方へのメッセージです。はい、じゃあ1番の方の今週の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。まずあなたのカードがここ、ご主人のカードがここ。最近あんまりコミュニケーションがご主人と取れていなかったり、きちんと話す時間がなかったりっていう、そういう感じなのでしょうか。なんか一番のあなたがですね、もしかしたらなんか壁を作っているというか、これがご主人に対してだけじゃなくって、仲のいい友達とか、そういう人に対してもあんまり心を開いてないような感じがするんですよね。なんか自分だけで頑張りすぎてるような、そういう部分もあるかもしれません。でもご主人はですね、すごく家のこと、家庭のこと考えてくれているし、とてもアットホームな方というふうに出ています。で、今週の流れがですね、母親のカード、女性のカード、なんかそれがね、ファーストカードで出て、キライダーという、なんか妊娠とかに嬉しいニュースが、やってくる可能性があるというふうに出ていますし、子供のカードとコウノトリのカードもね、なんかすごくあなたとの距離も近いですし、ここにもいろいろな母になるカードとかが集まっているので、なんかあなたのところに嬉しいニュースとしてやってくる可能性があるのかもしれません。今あなた自身が少し頭でっかちというか、知識、なんかこうじゃなきゃいけないとか、そういうのが少し強くなっていて、こ自分なんて言えばいいのかな、ちょっと難しいんですけれども、なんかあんまり人の意見を聞きたくないとか、そういう状況っぽく見えるんですね。でもあなたの周りはとても優しい人たち、ご主人がいますので、もっとオープンハートになってみても大丈夫だよっていうことがお伝えできるかな。そして、子供たちというか、子供、赤ちゃんはなんかあなたのところに早くいいニュースを伝えたいんだけどなっていう風なものも出ているので、あなた自身がなんかね、傷ついている心があるような気がするんだけど、それを自分から心を開くことによって、ご主人との関係とか赤ちゃんとの関係がつながりやすくなるのではないかというふうに思っています。あなたの見方を少し角度を変えるだけで、いかに自分が愛されているかとか幸せなのかっていうのがわかるような気がしています。はい、これが一番のあなたへのメッセージです。はい、それでは2番の方、今週の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。まずあなたがここにいて、そしてご主人がここにいて、とても仲睦まじいご夫婦かなっていう感じです。ご主人が少し体調が良くなかったり、ノイローゼになったりっていう感じがあるんですけれども、あなたもママ友とか、妊活中のお友達とか、お子さんが
いる人とか、そういう人とのつながりが少し辛そうかなって気がするんですけれども、やっぱりご主人とはしっかり分かり合えているような、そういう感じがしています。で、今週なんといってもファーストカードが太陽が出て、そのねすぐ下に月が出て、太陽は父親、月は母親、まずそれが出てるんですよ。それに加えてコウノトリ、子供のカードがあなたのすぐ近くにね出ていますので、もしいろいろちょっとあなたにとって面倒くさいなっていう思う人がいたとしても、コウノトリが蛇を食べてくれますので、今週はこのあなたから見たちょっと気になる苦手な人は気にならなくなると思います。そこは大丈夫で、特に、あなた自身がとてもね愛情あふれた、心がすごく穏やかというふうに出ていて、今週願いがね叶うよとか、嬉しいニュースがやってきますよっていうふうに出てるので、なんか赤ちゃんが、これはなんかあなたのところに来たいみたいな感じで、優しいママ大好きみたいな感じで来てくれる可能性が大なような気がします。ご主人のちょっとメンタルが気になるかな。あと今週少しメンタルプラス忙しくなる可能性もあるので、2番のあなたがご主人に対して、例えばなんですけどマッサージをしてあげたりとか、話を聞いてあげたりっていうことをしてあげると、なんかご主人はすごく穏やかな気持ちになっていくのかなっていう、そういう感じです。あなたにはそれができるだけの心の穏やかさとか愛情深さとか、そういうものがあります。そして何といっても今週はとってもついている大ラッキーの1週間なので、きっとねいい方向に進んでいくんじゃないかなと、そういうふうに思っています。あとなんかパステルカラーとか花を飾ること、それもあなたの運気アップになるようです。きっと前向きに頑張れるのではないでしょうか。はい、じゃあ3番の今週の赤ちゃんのこと、3番の方見ていきたいと思います。はい、あなたがここ、ご主人がここ、もうすごくとってもつながっています。そしてハートとキーというポジティブなカードでお二人がつながっているので、お互いとてもね大切に思い合っているような、そういう感じがします。でもしかすると、ご主人様がやや忙しすぎたりとかね、そういう感じで、心とか健康面が少し余裕がなかったりする部分があるかもしれないんですけれども、でもご主人様としては、次がねここのカードなんですけれども、これはお酒、アルコール、あとは体の関係、そういう意味もあるので、あなたとしっかり愛し合いたいというのが出ているような気がします。お酒を飲んでリラックスして、なんかこのね3番のあなたと、愛し合いたいなっていうご主人の気持ちが見える感じ。そしてあなたはっていうと同じくですよね。だからなんかやっぱりとても相性自体はいいんじゃないでしょうか、3番の方。そして、コウノトリがここ、子供のカードがね、ここに出ていて、コウノトリ、ね、月、これは女性ホルモンとかロマンスとか母、そういうカードが出ているので、自然妊娠的な、なんかそういうものが今ねこのコウノトリとつながっているような気もしますので、なんかすごくいい、いいんじゃないかなと思いますね。気になるところは、先ほど言ったご主人の健康面、
これが少し気になるかなっていうことと、あといわゆる赤ちゃん、赤ちゃんが少しなんか寂しげな気がするんですよね。本当に待ってくれてるのかなみたいな、ちょっと孤独っていう感じがすごく出てるので、あなたとご主人でこの赤ちゃんにしっかりと話しかけてあげるとか、あなたは一人じゃないよみたいな、そういうことをねしっかり伝えてあげると、あ、そっか分かったみたいな形でふっと降りてきてくれる可能性もあるのかな、そういうふうに思います。このね子供のカードとコウノトリのカードがね、こういうふうなポジティブなクローバーっていうねカードとつながっていて、このカードがあなたと、ね、月とハート、そうですねとつながっているので、なんか一つの問題、赤ちゃんの不安定さがきちんと払拭されればあなたのところに、来てくれるんじゃないかな、そういうふうに出ています。なんか可能性は非常に高いような、そういうカードが出ていますので安心してください。はい、これが3番の方です。